はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日乙女座満月から3月10日魚座新月までの流れを、この2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。鳳凰、ワンド3逆、カップ5、カップ7の逆、ワンド7逆、カップページ逆、ペンタクス5、対策は、気をつけることは、対策はワンドナイト逆とワンドキング逆、そしてオラクルはペンタクス3の逆ですね。なるほど。なんとなくやっぱ学びの多い2週間だなって感じがします。やっぱりオラクルがペンタクスの3っていうのは、いろんな人と関わって違う専門の方々と関わって何か技術を高めていくとか、知識を高めていく、技術を学んでいくとかもそうですし、何かとっても新鮮なものを作っていくみたいな感じがあるので、いい学びやいい出会いがあるようなそんな時ですね。そして入り口がね、この鳳凰っていうのはとても落ち着いていて、自分にとってこれはなんていうのかな、転職とかこの方向性が一番自分にとって合ってるんじゃないかなみたいな、そういう何か確固たるなんて言うんでしょうね、安心感とか、これは正しいんだと思うような理念だったりとか考えとか、何か方向性だったりものっていうものが今自分の中にあるのかもしれないですね。私はきっとこれをやるために生まれてきたんだって思うようなものに今携わっているとかですね、もしくはこの人とはもうずっと一生仲良くしていたいと思うような人と関わっていたりとか、人間関係もそうですし、精神的なものもそうですし、仕事とかものに対しても何かものすごく信頼を置ける何かっていうものが今自分の中にあるような気がします。だからこそそれをもっと知りたいとか、もっとそれに向かっていきたいという思いから何か学んでいく。でそれは自分一人でというよりも、その世界に飛び込んでみたり、いろんな人と関わりながら教えてもらいながら行くっていう感じがします。いいですね。いいです。で、星で見るとですね、今日常生活が際立っているので、じゃあ生活を整えましょうとか、自分の健康管理をきちんとすることで、自分の体を大事にすることで自分自身が整い、うまく宇宙のリズムと合い、そしてうまく宇宙のリズムに乗っていろんな人と関わっていけるよみたいなタイミングです。なのでちょっとしたこの心配事とか体の異変というものがまるで障害のように感じるかもしれませんが、それだけ体を今整えるのに適しているタイミングですよということを覚えておいてください。でそしてもう一つ、このね1月末もしくは2月から、特に2月中旬が強かったんですけど、この何かを生み出していくとか表現していく、作り出していくっていうこのすごいエネルギーが、天秤座の皆さんっていうのはもう企画とかですね、楽しんでいく、自分の人生は自分で作っていくみたいな流れがすごく強い時なので、この感覚があると、やっぱり自分はこれをやっていくべきなんだみたいなことがすごく思ったり、何をどう表現していくかっていうのが分かるって感じが出てるんですね。でちょうど今そんなことを思いついたりとか、いろいろある可能性の中で、やっぱり今はこれをちょっと表現していこうとか、これを楽しんでいこうみたいなものがあるっていうふうに出ています。だけどなんかですね、人に対してっていうか、じゃあ絶対にそれはうまくいくっていうような意識でいくというよりも、なんとなく他者に批判されないように気を使いながら、遠慮しながらやっていってるのかなみたいな感じが出ています。今の自分の立場だったらそんなこと言えないわとかあると思うんですけど、例えば今の自分から上司とかボスにね、なんか偉そうに言えるかって言えないですけども、偉そうにじゃなくて意見を言うっていうことはとてもお互いにとっていいことなので、自分の立場というものをあまり低く見積もりすぎないでいてください。対等なんだと、人間として人としては対等なんだと、もちろん立場が違う分相手への気遣いやねぎらいや尊敬やっていうものはもちろん入れますけれども、
その上で自分の意見を言うということは決して悪いことではないんだっていうことは覚えておいてください。そしてね、ちょっと見てみようかな。せっかく湧いてきてるこの新しい感覚っていうものを自分の中だけでこうくすぶらせてる間に承知してしまいそうな感じがあるんですよね。じゃあもったいないみたいな感じがあるので、これ今こう芽吹こうとしてる何かにそのまま栄養を与えずにシューって絞むよりは、そこで誰かとの話だったり誰かとのコラボだったり何か刺激をもらうことによって燃え上がるみたいなね、そういう風にもできるなと思いました。ちょっと見てみます。エース、ワンドエースに、ペンタクスエース、そしてペンタクスのナイトですね。自分の中に価値は分かっているし、情熱もあるし、なんていうか無鉄砲に何かをやろうとしてるわけじゃなく、本当に自分にとってそれはいいんだと思うものだけに情熱を注ぎたいんだっていう感じが出ています。で、実際にそれは本当に大事なものっていうのは形にしていけます。ペンタクスのないと時間がかかったとしても、自分がその思いがある以上、この自分にはその価値があるとか、これは自分にとって本当にいいものなんじゃないかっていうその感覚がある以上、それはゆっくりゆっくり育てていくことができるということですね。ただこの2週間においては若干自分が遠慮したりとか、相手にとって必要とされてないんじゃないか的な意識がもしかしたらあるかもしれないんですけど、それは自分の想像でしかないですよね。相手のことはわからないですから。なので自分で自分をあまり低く見積もりすぎないようにだけしてください。そしてちょっとこの辺の対策見てみましょうか。ワンドナイトの逆にね、ワンドキングの逆っていうのが、なるほど、ソードの7の逆とラバーズということで、はいはい、例えばこの誰かと関わって他の専門家の方たちと一緒になって協力して何かを学んでいくとか何かを作っていくっていう時に、自分はまだまだキングじゃないとか、私はこう若い子のようにそんなに動けないとかどっちにしてもなんか自分自身も誰かと比べてできてないっていうふうに思いやすいなと思ったんですね。でこれは一切気にしないでください。まるですごいもう100年選手のような熟練者と同じように自分ができるかってできるわけないですし、年齢を重ねて例えばですけど体が動きにくくなった分体力は減るけれども、その他のものはもう経験としてもっともっと増えてるとか、なので若い子のように動けないなとか、そんなことは全然関係ない。今の自分ができることが最高にいいことっていう形で思っていてください。そしてなのでなんかこうすごくいいものが自分の中に芽生えようとしてるがゆえに、それにふさわしい行動をしなければいけないとか、それにふさわしい人にならなければいけないみたいな高い水準を自分で設けて、そこに至っていない、どうしましょうって言ってるけれども、カードはいや、至らないこととか自分にできないことは他の人に相談したらいいんですよと。そして自分の中から来る初めてだけどやってみたいとか、楽しい気持ちっていうものが一番の原動力ですよっていうふうに言われているので、これはいつまで経っても消えずに、これですね、喜びです。これラバーズっていうカードは恋人たちっていうタイトルついてるから、恋人って思うかもしれないんですけど、自分の中から生まれてくる新しい感覚、ピュアな感覚っていうものが自分の一番の原動力なんですよっていうふうに言われているので、それはもちろん他の人を頼りながら相談しながら進めていけばいいんですって言われています。何も自分がワンドのナイトのように馬車馬に走ったり、ワンドキングのようにめちゃくちゃ闘争力を発揮しなければいけないというわけではないということです。そうだけことだったんですね。わかりました。はい、ということでここまでにしとこうかな。なのでビジネスにおいてもとてもいいものを生み出そうとしてるけれども、もう少し時間をかけて練っていくとか積み上げていくとか、他の人と協力しながらやっていくんだなっていうのがこの2週間では出てます。特に気をつけることってね、ないんですよ。あらって感じ。ちょっとこれで見てみましょうか。ちょっと気をつけることを見てみますね。依存心って出てますけど依存心、誰かに自分を認めてもらわないと嫌みたいな気持ちですか？どうでしょ
なんか自分一人で立つというよりも、もちろん天秤座の皆さん誰かと協力して調和を保ちながらやっていくのが得意ですから、こうね、一人より二人の方が生まれやすいっていうのはあるかもしれないですけど、まずは自分自身に誇りを持つっていうのが大前提ですね。今その感覚あると思いますよ。深いところにはあると思います。なので誰かに頼らないといけないとか、誰かどこかに所属しなければいけないっていう思いはもしかしたらいらないかもしれないですね。そしてちょっと対策見ます。そのままの自分でいいんですよって言われてます。真実の自分で歩んでいけばいいみたいな感じです。まさにこれと同じような感じ。自分の中から湧いてくるそのピュアな情熱さえあればいい、好奇心があればいいって感じですよね。そうすることによって誰かと自然と手をつないでやっていけますよっていうふうに言われてます。そしてこの2週間で与えられるギフトはじゃん、インスピレーションということで、いろいろ案が湧いてきそうですね。自分が軽やかに進んでいくための案、そして他者が軽やかに進んでいるのを見て、そういうふうにすればいいんだっていうふうに分かるっていうのもあると思います。そして最後はハイヤーマインドということで、とても心地よく自分の世界を飛び回ることができるみたいな感じですね。いい感じじゃないですか。オラクルが何よりも一番大事なのは学んでいける2週間なんだっていうふうに出てるので、焦らず自分らしく進んでいってくださいということで、ここまでにしておきます。ちょっとお知らせなんですけれども、4月からまた個人鑑定を再開しようかなと思っています。ただ枠が少し少なくなってしまいますので、どうしてもメンバーシップの方が優先になります。もしぜひとも受けたいという方はですね、メンバーシップの詳細をご覧ください。そしてお知らせなんかはLINE でお届けしますので、まずは無料会員のLINE にご登録いただけたら毎月のメッセージもお届けすることができます。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、ピュアな感じで楽しく過ごせる2週間になりますように。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。